日本の年末年始。日本語で年末の挨拶は良いお年をです。いい年を迎えてくださいという意味です。日本ではクリスマスが終わるとすぐにお正月の準備を始めます。まず掃除をします。うちも職場もみんなできれいにします。それからお正月のものを飾ります。正月飾りには門松、しめ縄、鏡餅などがあります。お正月は新しい年の神様を迎える日です。日本の神様は植物や岩など自然のものを目印にしてきます。これをよりしろと言います。常緑樹の松や竹で作った門松は新しい年神様のよりしろです。建物の入り口に飾って新しい年神様を呼びます。しめ縄は悪いものが入らないように結界を作るものです。神社では一年中見ることができますが、うちではお正月だけ飾ります。建物の入り口や車などいろいろなところに飾ります。鏡餅は年神様へのお供え物です。昔の鏡の形に似ていますから鏡餅と言います。また鏡も神様のよりしろになると考えられていますから鏡餅もよりしろだという人もいます。しめ縄と鏡餅には橙と裏白をつけます。橙は代々繁栄するように、裏白は末広がりですから将来もっと良くなるようにという意味があります。12月31日は大晦日です。大晦日はそばを食べます。そばは長いですから長生きするようにという意味です。夜12時が近くなったらお寺でお坊さんが鐘を108回鳴らします。日本仏教では人間の煩悩は108あると言います。108回鐘を鳴らして煩悩を払います。1月になったら挨拶は明けましておめでとうございますに変わります。昔、1日は夜明けから始まりましたから、新しい年になることも年が明けると言います。お正月は一番いい着物を着て神社やお寺へ初詣に行きます。縁起がいいことをたくさんします。お正月にはおせち料理を食べます。おせち料理を作った後は毎日ご飯を作る人も台所の神様も仕事を休んで楽しく過ごすことができます。いろいろな料理が重箱に入っていますが、料理の一つ一つにも縁起がいい意味があります。重箱もいいことが重なるようにという意味です。1日から2日の夜に見る夢を初夢と言います。1年の運勢を占うことができます。七福神の絵を枕の下に置くと、いい夢を見ることができると言われています。7日は七草粥を食べます。中国から伝わった風習です。寒い季節に芽吹く草を食べて1年の健康を祈ります。15日、お正月に飾った門松やしめ縄を燃やして神様に天に戻ってもらうどんど焼きという行事をします。そして16日からはみんな普通の生活に戻ります。